エモエモ。こんにちは、エモコです。今回はパソコンにもタブレットにもなってペン入力でエモかけるすごい 2-in-1 PC HP Envy X360T13BF をレビューします。普通のパソコンはタッチ操作やペン入力ができないので、絵を描くのに別売りのペンタブレットや iPad などが必要ですが、このパソコンは画面をくるっと裏返すとペン入力できるタブレットとしても使えるので、オプションのペンとこれ1台でお絵描きできてしまいます。このパソコンのすごいところは、画面に発色の綺麗な有機 EL が使われていて、絵を描くようなクリエイティブな作業との相性もすごく良さそうなところです。有機 EL のパソコンは画面が綺麗な分割高なイメージがありますが、現在セールで大幅値引きされていて、なんと11万円台で買えるので、今回は実際に使ってみて書き心地などを詳しくレビューしてみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。今回は HP さんから最新の 2-in-1 PC をレビュー用にご提供いただきました。付属品は説明書、保証書、充電用の電源アダプターです。電源アダプターは片方のケーブルを短くできるので、パソコンと一緒に持ち運びしやすそうです。本体はアルミ製のシンプルなデザインでとてもかっこいいです。HP のロゴもおしゃれで男女問わず使いやすそうです。画面の大きさは 13.3 インチでちょうど A4 用紙と同じくらいの大きさになります。右側には USB-C が2つと USB-A、左側にはイヤホン、マイクロ SD、USB-A を接続できます。充電は USB-C でバッテリー駆動時間は最大15時間です。急速充電対応で45分で 50% 充電できます。映像出力用の HDMI 端子はついていないので、外部モニターやプロジェクターにつなぎたいときはこのような別売りのハブが必要です。最近のパソコンは USB-C しかついていないものもありますが、パソコンの周辺機器は USB-A でつなぐものが結構多いので、それをそのままつなげるのは嬉しいです。 USB-A が折りたたみ式なのでつなぐのに一手間かかりますが、そのおかげで本体がかなり薄くなっているので、カバンに入れて持ち運びしやすくなっています。重さは約 1.33kg ですごく軽いわけではないですが、その分とても丈夫に作られていて、なんと 300kg の圧力に耐えられるらしいので、満員電車でも安心です。画面を開いた時に本体がきしむような感じもありません。画面を360度好きな角度に回せるので、画面を裏返してタブレットとして使えたり、こんな風にスタンドなしで立てたりできて、映像の視聴なども快適にできるようになっています。キーボードはこのような感じで少し奥にへこんでいるので、タブレットモードの時に机に触れて汚れないようになっています。このパソコンはマイクロソフトペンプロトコル 2.0 対応で、別売りのスタイラスペンでペン入力ができるので、今回は HP 純正の MPP アクティブペンで実際に絵を描いてみたいと思います。ペンの付属品は説明書、 USB-C の充電ケーブル、返し2本です。パソコンと同じ色のシンプルなデザインで軽くて持ちやすいです。ボタンが2つついていて、設定で好きな機能を割り当てられます。ペンの一部が平らで机から転がり落ちないようになっています。磁石で本体にくっつけられるので、ペンが迷子になる心配もなさそうです。ペンは充電が必要なタイプで、くっつけるだけで充電はしてくれませんが、一度充電すれば1ヶ月くらい使えるし、充電ケーブルを挿す穴が目立たない作りなので、充電しないといけないのはあまり気にならないと思います。ペン先がグラグラするような感じもありません。それでは実際に使ってみたいと思います。キーボードの右上にある電源キーを押すと Windows 11が起動します。本人確認は顔認証になります。トラックパッドを指でなぞるとカーソルを動かせて、押し込むとクリックできますが、軽くタップするだけでもクリックできるので、そちらの方が指が疲れにくいと思います。キーボードは日本語配列で押し心地は軽すぎずちょうどいい感じで、個人的に打ちやすいと思います。バックライト付きなので暗いところでも見やすいです。ウェブカメラやマイクのオンオフなどもキーボードで簡単に操作できます。ウェブカメラはシャッターで物理的に目隠ししてくれるので、うっかりビデオ通話を切り忘れても映像が映りっぱなしにならないのは安心です。ウェブカメラの画質がとても綺麗で、お肌の色なども自動で調整してくれるので、オンライン会議にも使いやすそうです。画面が公式域な有機 EL なので発色もすごく綺麗です。色域は DCI-P3 100% で再現できる色数が多いの
ので、お絵かきや動画編集などクリエイティブな作業にも安心して使えそうです。普通の液晶は画面全体をバックライトで照らすので、暗い部分が少し明るく見えてしまうのですが、有機 EL は1ピクセルずつ明るさを変えられるので、暗い部分だけ光が消えてちゃんと暗く表示してくれます。ただ有機 EL はずっと同じ絵を表示すると焼き付きが起こりやすい特徴もあるので、画面をつけっぱなしで放置しないようにしたり、自動スリープやスクリーンセーバーの開始時間を短めに設定するといいと思います。あと画面に光沢があって周りのものが映り込みやすいので、それが気になる人は別売りのアンチグレアフィルムを貼ると映り込みが気にならなくなると思います。スピーカーの音もチェックしてみましたが、スピーカーが高級オーディオメーカー製なので、スピーカーが小さいのに迫力のあるいい音だと思います。画面が綺麗で音がいいので映像の視聴も快適にできそうです。その他の性能とベンチマークはこのような感じです。使われているパーツの一部がタブレット PC 向けのものなので、ゲーミング PC と比べると性能はやや控えめですが、普通に使っていて処理落ちするような感じはなく、体感的にはあまり気になりませんでした。処理の重たい 3D ゲームも画質を落とせばちゃんと遊べたので、普通に使う分には問題なさそうです。ゲームなど処理の重たいアプリを使うと本体が熱くなってファンが回りますが、ファンの音は静かな方だと思います。タブレットモードの時はファンが手前に来ないようにすると、ファンの音や風はそこまで気にならないと思います。絵を描く時はこのようなタブレットスタンドを使うと首や肩が痛くなりにくく、発熱対策にもなるのでおすすめです。それでは実際に描いてみたいと思います。使用するのはフリップスタジオペイントです。直線を引いたりペンを素早く動かしてみましたが、線が遅れて描かれるような遅延もなくサラサラと描けます。ペンをゆっくり動かすと線が少し波打つことがありますが、普通に描く分には気にならないと思います。カーソルとペン先のズレもほとんどないので、ちゃんとペン先から線が引かれているように見えて描きやすいです。筆圧感知と傾き検知にも対応していて、線の太さや色の濃さをペンの筆圧や傾きで簡単に調整できます。ペンを浮かせてカーソルを操作できるホバー機能もついていて、ボタンの上にカーソルがあるのを確認してから選択できるので操作ミスが減らせると思います。指のタッチ操作にも対応していて、2本指タップで1つ前に戻れたり、拡大縮小や回転も簡単にできます。ペンの使用中はパームリジェクションのおかげで画面に手が当たっても反応しないようになっていますが、手の方が先に当たるとたまに誤作動するので、気になる人はこのようなお絵かき用の手袋を使うといいと思います。手汗で引っかかる感じもなくなって描きやすいです。長時間お絵かきするときはペンに鉛筆用のグリップをつけると指が痛くなりにくいです。ペンの温荷重は 9g で以前の MPP ペンよりも感度が良くなっているので、以前よりも余計な力を入れずに描ける気がします。ただペンを画面に置いただけのようなわずかな筆圧には反応しないので、筆圧が弱めの人やすでにお絵かき用のペンタブレットを使っている人には少し違和感があるかもしれません。お絵かき用のペンタブレットは温荷重が軽めになっていて、線の入り抜きが出しやすい特徴があるのですが、このパソコンはお絵かき用のペンタブレットと比べると温荷重の関係で線の入り抜きが少し弱くなるので、弱めの筆圧で線画を細かく描きたい人よりは強めの筆圧で色を塗り重ねていく厚塗り派の人に向いていると思います。ペンの書き心地や入り抜きはお絵かきアプリの設定である程度調整できるので、自分好みに調整するといいと思います。このペンは Amazon で5000円くらいで買えるので、2万円くらいする Apple Pencil の4分の1の値段で筆圧感知付きのペンが使えるのは個人的になかなかコスパが高いと思います。しばらく書いてみてペンで画面が傷ついている様子はありませんが、画面に直接書くのに抵抗がある人やガラスのツルツルした書き心地が気になる人は別売りのアンチグレアフィルムを貼ると表面がザラザラしていて書きやすくなると思います。ただその分ペン先の消耗が早くなったり画面が少し白っぽくなるデメリットもあるので、書き心地と発色のどちらを重視するかでフィルムを貼るか決めるといいと思います。
ここからはイラストのメイキングをご覧いただきながら、この製品のいいところ、気になるところを話したいと思います。最初に結論から言うと、2-in-1 PC の中ではとても完成度の高い製品だと思います。普通の 2-in-1 PC はクリエイター向けのパソコンと比べて画面の発色がそこまで良くなかったりするのですが、 HP-NB シリーズはちゃんとクリエイティブな用途にも使いやすくなっていて、画面が有機 EL で発色がとても綺麗なので、安心してクリエイティブな作業にも使えそうです。あと画面の比率が16対10で普通の画面より少し縦に広いので、その分お絵描きに使える範囲が広くなって描きやすかったです。 CPU の性能は控えめですが、ストレージの読み書きが早いからなのか、処理落ちなども特に気になりませんでした。処理の重たい 3D ゲームも動かせたので、ネットサーフィンや事務作業など普段使いで困ることはなさそうです。メモリが 16GB あるので、お絵描きアプリでレイヤーをたくさん使っても途中でアプリが落ちたり動作が不安定になることもなかったです。このパソコンは価格と性能が違う3つのモデルが用意されていますが、一番安いスタンダードモデルは画面が有機 EL じゃなかったり、メモリが半分の 8GB になってしまうので、個人的にはスタンダードプラスモデルかパフォーマンスモデルがおすすめです。今回レビューしたのは真ん中のスタンダードプラスモデルですが、ネットサーフィンやお絵描きに使うくらいなら特に困ることはなさそうでした。ストレージは 512GB ですが、マイクロ SD で後から容量を増やせるので、使わないファイルをそちらに移しながら使えばすぐにストレージがいっぱいになることもなさそうです。ストレージが 512GB だと足りない人や重めの作業もしたい人は、一番高性能なパフォーマンスモデルを選ぶといいと思います。この製品は安くて持ち運びがしやすい分、ゲーミング PC と比べると性能が控えめなので、 3D ゲームを高画質で遊びたい人や 4K の動画編集などをやりたい人はゲーミング PC を選んだ方がいいと思います。ペンの書き心地は価格を考えると十分書けると思いますが、すでにお絵描き用のペンタブレットを使っている人は音荷重の違いが気になるかもしれないので、実物を家電量販店でチェックしてみてください。ペンが別売りなのは好きな MPP ペンやペンタブレットを選べるので、個人的にはメリットだと思います。この製品は Windows パソコンなので、すでにお絵描き用のペンタブレットを持っている人はそちらをつないで使えたり、パソコン用の高性能なソフトや左手デバイスもちゃんと使えました。左手デバイスを使うとお絵描きアプリのよく使う機能をボタン一つで呼び出せて時短になるのでおすすめです。お絵描きアプリは別売りなので、私は普段使っているクリップスタジオを使いましたが、メディバンペイントのような無料のお絵描きアプリも筆圧感知付きでちゃんと使えました。動画編集や 3DCG のアプリも結構サクサク動いたので、フル HD の動画編集や簡単な 3DCG くらいなら問題なく作れそうでした。 HP のパソコンは HP クイックドロップというアプリでスマホで撮影した動画を容量無制限で保存できるので、動画編集をやりたい人にも良さそうです。この製品は Adobe Creative Cloud というプロ向けの Adobe アプリを30日間無料で試せるので、イラストだけでなく動画編集などもやってみたい人はそちらを使ってみるといいと思います。パソコンにもタブレットにもなって画面が綺麗な 2-in-1 PC が11万円くらいで買えるのはなかなかコスパが高いと思いますし、高画質なウェブカメラや音のいいスピーカーなど細かいところまでちゃんと作られているので、 2-in-1 PC の中ではとても完成度の高い製品だと思います。デザインもシンプルでかっこよく、外でも使いやすいと思うので、会社や学校で使える 2-in-1 PC を探していて、綺麗な画面でお絵描きや動画編集などクリエイティブな作業もやってみたい人はよかったら参考にしてみてください。今回紹介した製品のリンクは動画の説明欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。